皆さんは当たり前のように日本に生まれて、当たり前のように日本で暮らしていますよね。でももしその当たり前を韓国人が初めて体験したらどうなると思いますか？日本に住んでみて、日本の何に衝撃を受けるのでしょうか？今日は SNS で話題になった日本に10年住んで分かったこと10選というある韓国人の投稿をもとに解説します。動画を見たら日本という国の理解度が確実に一段上がっているはずです。一つ目、正直な無礼より建前の礼儀の方が良い自分にはと書いてあります。日本では相手を不快にさせない言い方をするのは当たり前ですよね。本音をぶつけるように角の立たない表現を選ぶ多くの日本人にとっては自然な振る舞いです。一方、韓国では正直さが強く評価されます。思ったことを言う、嫌なら嫌と言う、多少きつくても本音だから仕方ないと受け取られやすい。このストレートさが逆に信頼につながる場面もあります。二つ目、感情に従う人よりルールを守る人が評価される社会が日本。日本ではですね、組織のルールを理解して、それを安定して守ることは当たり前ですよね。感情よりも手順、個人判断よりも仕組み、会社でも学校でも一貫しています。韓国では事情が違います。相手の感情を読む力を持っていると加点があります。もちろん韓国でもルールとか規則を守るってことは大事なんですけれども、さらに感情を読み取れるといいよねっていう話です。上司の顔の色、先輩の機嫌、場の空気をいかに察せるか。韓国は人間関係が濃い分ですね、感情というものの一つの要素になるんじゃないかと思ったり。で3番目はですね、日本人は迷惑を何よりも恐れる。破る人は静かに消えるということです。日本では周囲に迷惑をかけない、相手の気分を悪くさせないということがほぼ絶対ルールですよね。無礼よりも失敗よりも迷惑かけることになったら嫌われる。韓国はもちろんですよ。迷惑をかけてはいけませんが、日本ほどは気にしていないと思っております。韓国ではさらにですね、迷惑をかけたら、すぐ指摘されるという確率も日本よりは高いかなと思っております。誰かが直接言うし、それは違うと声が上がる。もちろんこれは衝突して喧嘩になることもあるんですけれども、逆に見れば早い段階でぶつけて、お互いに直して関係が続くこともあります。でも日本違いますよね。ルールを破っても怒られない、注意もされない、公共の場でですね。ただ静かに距離を置かれて誘われなくなり居場所がなくなる。だから韓国の方が日本に来て、なんで誰も指摘してくれなかったんだろう。なんか自分が何が合ってるか間違ってるかちょっとわかんなかったという気持ちになることもあります。4番目はですね、日本は学歴を見ない？いや、正直見てるよっていう話です。韓国は皆さん知っている通り、学歴社会が極端的ですよね。出身大学は能力の代名詞になって、医師や弁護士の場合ですね、大学名をこの看板に出したりとか、ここに貼ったりもするわけです。どれだけ努力してきたか、どれだけ信頼できるかを一瞬で示す。これは合理的かもしれないですね。記号として。これはね、日本はもう韓国みたいに大学のパッチ貼るとか、まではないんじゃないですか。だから韓国は日本の静けさを見て誤解する場合があるんですね。日本は学歴を見ないんじゃないかと。でも日本も学歴社会ですよね。程度の話なだけで。例えば就活の時でも、大学でフィルタリングかけるじゃないですか。そういったイメージだと思っております。ただ、5つ目はですね、日本は結婚も離婚も早い。人生を早めに回して次に進む国ということです。韓国人にとって日本は慎重で保守的な国という印象があります。でも結婚や離婚に関しては意外なほど韓国人からしたらスピード感があります。20代前半で結婚します。合わなければ30歳ぐらいでもう離婚します。これも珍しくないですよね。韓国は事情は結構違います。浪人とか兵役とか就職準備がもう長引いて社会に出るのが遅れる場合があります。だから結婚は男の場合は30歳になって35歳になってやるっていう人も少なくありません。だし逆にその年に結婚してしまうから一度決めたらやり直せないという感覚を持ちます。だからもうこの裏にはですね、人生設計の考え方が日本と韓国で違うわけです。日本はもうこれからも一緒に住んでいくならば、とりあえず結婚すればいいじゃんみたいな、とりあえずちょっと言い方悪いんですけれども、これ韓国だったらですね、準備が整うまでは動いてはいけない。家を買えるまでのお金がないととか、ローンを組めるまで能力がないと、大企業に入れてないと、みたいなこの考え方をやってしまって、どんどん遅れて、結婚も遅れてしまうっていうのがあります。だから韓国人から見る日本の方っていうのは、結婚早いなってことを思ってしまうわけですね。で、6番目、日本で韓国の評価は上がった。ただし、世代によって違うって話です。日本ですね、僕も感じてるんですけども、最初2017年に日本に来て、9年、10年目ぐらいですけども、韓国への印象明らかに違っていると思います。
ます。昔コンビニで韓国商品売ってることがなかった気がするんですけども、今普通にもうキムチ売ってるし、韓国フェアやってるし、みたいな、チャミスル売ってるしじゃないですか。だからもう全然印象も受けられる程度も変わってきてるなと思うんですね。だし、もう K-POP、ドラマ、料理、観光に対する人気っていうのも全然違っているように感じています。ただこれ韓国もそうなんですけれども、世代によってお互いの反感を持つ比率が変わってくると思うんですね。7番目、日本のお金持ちは静かすぎる。だから韓国人は気づかないということです。もちろんこれも人によって違うと思うんですけども、日本のお金持ちって、例えば服はユニクロとか、時計は普通の人もいますよね。で、車も会社、ランボルギニーじゃなくて、クラウンみたいな、日本国産の高級車を乗るみたいな、一見普通の人に見えるのに、都内一等地で住んでる資産数十億の人もいたりしますので、韓国のお金持ちはですね、これも平均としての話ですよ。で、見れば分かりやすいかもしれないです。高級の外車乗って、ブランド品持ってて、で、そして韓国の一等地で住んでるみたいで、これは平均したら、成功したら見せたいという気持ちが多いと思っています。この韓国でいう競争社会の中で頑張って勝ち抜いてきた。これも確かに僕すごいことだと思っています。で、これを目に見える形で見せたいってなるから、外車みたいな分かりやすい形に、変換するんじゃないかなと思っております。8番目、日本は外見を見ない？いや、正直人間だからみんな見てるぜ、みたいな話です。これですね、ちょっと誤解、一部の方なんですけども、日本は外見では人を判断しない、みたいなことを言う韓国の方がいるんですね。一番皆さんわかりやすいのが、もう日本の女性は中身だけを見るというふうに誤解されている韓国の方がいるということですね。でもこれも多分理由あるような気がしていて、韓国は外見主義が分かりやすい社会だと思うんですね。もう身長とか顔とか、もう骨格、言語化しやすいし、それを見せたい人も多いし、見てしまう場面も多いと思います。日本ももちろん見ていないわけではないですよね。清潔感とか雰囲気とか体型とかあるじゃないですか。でも日本という社会はそれ見せてやるぞみたいな感覚あんまりなかったりするから、最近日韓カップルに対する誤解を持ってる方もいるから、韓国人か日本人は顔見ないぞ、性格さえ良ければいいぞみたいなことを思ってる方もいるんですけども、現実は見ますよねっていう話だと思います。9個目、年の差10歳から15歳離れているカップル、日本では思った以上に普通ということです。韓国では年齢差カップルは話題になりやすいと思っております。別にそんなね、すぐ悪口言われるほどではないんですけれども、目立つっていう感覚ですかね。で、日本は10歳差なの？そうなんや、みたいな形になりやすいと思ってます。個人的にね。これはなんでだろうってちょっと思ってみたんですけれども、他人の人生に口を出す出さないの違いがあるかもしれないです。日本人は、あなたの人生は、なるほどね。それはあなたの人生なんだね。みたいな、プライベート分離してる感覚があります。で、韓国は、その世間の目を意識することがあるんじゃないかなと思ってるんですね。これもいろんな要因があると思うんですけど、例えば日頃からの距離感が近いから、他人の距離感を近くて、それを見るようになる。話したくなる。それでまた仲良くなる場合もあるみたいな。だったりとか、さっきも言ったんですけど、競争社会だから、みんな自分と相手の距離感だったりとか、関係感に興味があるだったりとか、そういった要因があると思いますね。で、10番目、日本を安易に見るのは、実は韓国人が世界で一番安易に見れたりするっていう話です。これね、韓国ではですね、近年、一人当たりの GDP が日本を超えたみたいな話だったり、日本はGDP が渋滞してるみたいな話があって、数値上等としては事実だと思うんですけれども、それをもって日本はもう衰退していく国だみたいな、その示唆を導き出す人がいるんですね。その因果関係、この論理がちょっと変だなっていう感覚ですね。多分この作成者はそういうことを言いたかったってことですね。で、この議論にはいろんな前提が抜け落ちていて、資産がどこに集中しているのかって話。韓国は皆さん圧倒的に不動産にお金持っていかれるので、家を売らない限りは自分のお金にはならないんですよね。1億円を稼いだとしても、8000万円がもう不動産に捕まえられたりとしたら、もう2000万円しか使えないんじゃないですかっていう話です。あとは豊かさの定義も違うかなと思っていて、部活とかその余白
が比較してみれば少ないような気がしていて、日本は学業以外にも東大を志望している学生も部活入ってたりとか、社会人になってもその趣味を続けたりとかしてるじゃないですかね。だからその豊かさの定義も誰がどのような目線で何を思うかによって変わってくると思うんですよね。だから最近の統計を持って、日本が勝った、韓国の勝ったみたいな話をするっていうのは、まだまだ早いような気がしています。もちろん韓国はその一人当たり GDP を上げることに集中してきて、それを上げることができた過去の自分と比較して成長していると、それは確かにいいことだと思うんですけれども、それをもって他国とか他国の人に、あなたの国はこうなっていますみたいなことで、下げることはどういう、なんでだろうなっていうふうに思います。ということで、韓国じゃどんな社会背景で育ち、実際に日本に暮らして何を驚くのか、それがかなり立体的にわかる投稿だったと思います。ぜひコメント欄であなたの考えを教えてください。そして他の動画もぜひ見てくださいね。以上、パクンでした。アンニョン。